こんにちは、もしおです。今回は見た目がバーチャレーシングにそっくりなローポリレースゲームフォーミュラレトロレーシングをプレイしてみるという動画になります。任天堂スイッチ用でフルプライスのゲームではなく、インディーズ系の手頃な価格帯のゲームです。Steam 版は2020年にリリースされていたのですが、国内任天堂スイッチ版は昨月2022年4月にリリースされました。任天堂スイッチでは一応新作ということになるかと思います。このゲームの特徴は何といっても見た目がバーチャレーシングに似ているところですね。ゲーム内容もガチなシミュレーション系レースゲームではなく、チェックポイント通過式のアーケードゲームを踏襲したものになっていて、手軽に遊べます。個人的にはバーチャレーシングはアウトランの次くらいに好きなレースゲームだったりするので、このゲームは迷わず購入してしまいました。バーチャレーシングはご存知の方も多いと思いますが、一応ご説明させていただくと、92年にセガがリリースしたアーケードゲームで 3DCG 黎明期のレースゲームです。それまでの 3DCG を用いたレースゲームはややマニアックでとっつきにくいものが多かったのですが、 F1 をモチーフにしたバーチャレーシングは本物っぽい挙動とゲームらしい操作性のバランスが絶妙で、一気に 3DCG のゲームが身近なものになりました。採用されたシステム基盤ではまだテクスチャーを貼ることができず、板状のパーツに色をつけただけというシンプルな外観でしたが、視点変更など 3DCG で動く車の見せ方と挙動が秀逸で、レースゲームの概念が変わってしまうような画期的なゲームでした。ここではバーチャレーシングの最初の1周だけご覧ください。ご覧いただいたのは任天堂スイッチ版のバーチャレーシングですが、車の挙動がゲームとしては本当に絶妙なバランスで、タイムアタックを延々と繰り返すだけでも楽しいゲームでした。今回プレイするフォーミュラレトロレーシングはグラフィックもゲーム内容も明らかにバーチャレーシングを意識したものになっていますが、スモーデジタルが開発したホットショットレーシングもバーチャレーシングをリスペクトしたようなゲームになっています。ホットショットレーシングは F1 をモチーフにしたゲームではなく、ゲーム内容や車の挙動もバーチャレーシングとは異なるものですが、明るい色彩のローポリゴン風のグラフィックは明らかにバーチャレーシングを意識したものだと思われます。開発会社のスモーデジタルは家庭用アウトラン2の移植開発を担当したり、チームソニックレーシングの開発を担当したりしていて、セガとゆかりのある会社だったりするのも面白いですよね。参考としてこちらも最初の1周だけご覧ください。あえて F1 タイプの車両を選んでみましたが、車の挙動もレースの展開もゲーム色が強く、バーチャレーシングに似ているのはグラフィックだけという感じでした。それでは今回の主役であるフォーミュラレトロレーシングはどうでしょうか。任天堂スイッチ版のフォーミュラレトロレーシングは2022年4月にダウンロード専用ソフトとして CGA スタジオゲームズというパブリッシャーからリリースされています。任天堂スイッチ版は先月の発売なので新作で間違いありませんが、 Steam 版などは少し前から発売されていました。開発はリピクセル8で、任天堂スイッチ版の価格は1808円です。リリース直後は記念で999円となっていました。公式ページでは90年代前半のアーケード作品を踏襲したレトロ風レースゲーム、懐かしのチェックポイント通過式、全8コース、最大4人対戦が可能な分割画面ローカルマルチプレイといったことが特徴として挙げられています。90年代前半のアーケード作品でローポリゴンのレースゲームといったらバーチャレーシングしかないと思いますので、ピンポイントで狙っていますよね。それでは操作方法から確認していきます。
デフォルトの操作方法はこんな感じになっています。レースゲームではよくあるボタン配置ですね。ただ残念なことにキーコンフィグがありません。メガドライブやセガサターンのようにハンドルを十字キー、アクセルブレーキを通常ボタンといった割り当てはできません。視点変更は3パターン用意されていました。この辺りもバーチャレーシングっぽいですよね。ただバーチャレーシングの VR3、VR4 のような俯瞰視点のものはありませんでした。個人的には VR3 を基本としていたので少し残念に感じましたが、あくまでも別のゲームですので仕方ないですね。視点切り替えも滑らかなアニメーションではなく瞬時に切り替わるタイプです。ゲームモードは全部で4つ用意されています。アーケード、グランプリ、エリミネーター、フリー走行ですね。今回はアーケードモードをプレイします。設定はほとんど項目がありません。難易度設定は各モードで用意されているクラスで対応する感じでしょうか。ちなみにデフォルトの日本語フォントはかなり格好悪く雰囲気に合っていないので、言語設定を英語に設定した方が良いかもしれません。説明いらずのシンプルなゲーム内容なので英語でも問題ないはずです。それではフォーミュラレトロレーシングを立ち上げてみます。アーケードモードで選択できるコースは8つ。今回は GP サーキット、モンテカルロ、スピードオーバルの3つを走ります。最初は GP サーキット。このコースレイアウトは富士スピードウェイをモチーフにしたコースですよね。バーチャレーシングで遊んでいた当時はバーチャレーシングで実在のサーキットを走ることができたらどんなに楽しいかなんて考えたりしていましたので、これは嬉しいチョイスです。トランスミッションはオートマ、理由は後ほどコメントさせていただきます。スタートはローリングスタートです。 F1 ではなくインディーカーあたりをモチーフにしているのでしょうか。このゲーム、敵の車が全くコースを譲ってくれません。バーチャレーシングは敵の車に近づくと敵の車が自車を避けてくれたりしましたが、本作にはそんな優しさはなくガンガンぶつかってきます。本作はダメージ制となっていて、一定のダメージを受けると車が壊れてしまいます。壊れるとタイムロスにつながりますので、本戦となる最初の1周は本当に気が抜けません。さて、気になる車の挙動はというとバーチャレーシングとは異なると思います。具体的にはバーチャレーシングほど車が滑る、スライドすることはなくブレーキも弱めです。全体的にややストイックな印象を受けました。あまり横滑りせずブレーキも弱めなので、急なコーナーでは少し前で減速する必要があります。この辺りは初めて走ってアドリブで対処するのは困難なので、コースを覚えてブレーキングポイントを把握していないと簡単にコースアウトしてしまいます。もう少し強く減速できれば楽なのですが、マニュアルシフトで強引にシフトダウンしても限られた減速幅だったため、今回はハンドル操作に専念すべくオートマ設定としました。アーケードライクなゲームとしてはややストイック気味ですが、シミュレーション系のレースゲームのようなシビアさはありません。一つのコースに 2,3 箇所ある少し急なコーナーだけ対処すれば良いだけです。セッティングも考える必要がありませんし、最後尾からのスタートで敵の車も抜かれることを前提とした速度で走っています。急なコーナーだけ注意すればまさにアーケードゲーム感覚でガンガン攻めていくことができると思います。ちなみにスリップストリームを利用したオーバーテイクも可能です。ただスリップストリームは急激に速度が上がってしまうことに加えて、前の敵の車の動きも読めないので衝突してしまうリスクはあるかもしれません。ではここからはレースをご覧ください。
次はモンテカルロ。世界三大レースの一つとも言われるモナコグランプリをモチーフにしたコースですね。 F1 はもちろんですが、セガのスーパーモナコ GP でコースを覚えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ガードレールで囲まれたオーバーテイクの難しいコースですが、本作では先ほどと同様に最後尾からのローリングスタートとなります。どうなりますでしょうか。
最後はスピードオーバルです。シンプルなオーバルコースですね。まさにインディーカーという感じです。コースレイアウトがシンプルな分、敵の車もほとんど減速しないので、ちょっとしたミスで順位を大きく失ってしまいます。さて、どうなりますでしょうか。Start your engines. 3, 2, 1, go! Hurry up! Time extended. 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 Hurry up! Go!いかがでしたでしょうか。バーチャレーシングとは似て非なるものではありますが、ローポリゴン風の明るい色彩のグラフィックはバーチャレーシングを彷彿とさせ、楽しい気分になれますし、ゲームも80年代90年代のアーケードの F1 ゲームが好きな方であれば楽しめる内容だと感じました。車の挙動に関してはより強い減速ができればアーケードゲームらしくバーチャレーシングにもう少し近づくのかなと思ったりもしましたが、これは好みの問題ですし、あくまで別のゲームなので言っても仕方ないですね。ただ BGM は賛否が分かれるのではないでしょうか。明るいグラフィックの色調には合っているのかもしれませんが、フォーミュラカーをモチーフにしたレースゲームにしては少し軽いような気もしてしまいました。全体的には価格を考えれば楽しめるレースゲームだと思います。Steam の評価は賛否両論となっていました。2022年5月時点の任天堂スイッチ版の価格は1808円となっていますが、初回のセールでは999円となっていますし、Steam 版は620円、Xbox One 版は713円となっていますので、決して高いゲームではないと思います。写実的なレースゲームやシビアなシミュレーション系レースゲームに疲れてしまった方はぜひチェックしてみてください。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。